皆様、こんばんは。西暦1年12月31日の世界丸ごとニュース特番の時間です。今夜のキャスターを務めますのは私です。ところで皆さん、今年は西暦1年ですが、去年のことは覚えていますか？実は去年は紀元前1年で、その前は紀元前2年でした。そう、算数では0がありますが、私たちのカレンダーには西暦0年という年がないんです。これ、後で歴史を勉強する中学生が計算間違いをしそうで、今からちょっと心配ですね。今夜は、世界中で起きている、やばすぎる大事件から、ちょっと笑える噂話まで、重大ニュースとしてお届けします。難しい言葉は使わずに、当時の人たちの生々しいつぶやきを交えて、一気にご紹介していきましょう。まず第10位は、西の巨大国ローマと、東の強敵パルティアのニュースです。ユーフラテス川の真ん中で仲直りの握手をしたとかしないとかという話題です。長年喧嘩ばかりしていたこの2つの国ですが、今年は川に浮かぶ小さな島でトップ会談が行われました。現場で見ていた兵士は、パルティアの王様がローマの偉い人に、君たちの着てる服、ちょっと地味じゃないと笑いながら話していたと言っています。ローマ側も負けじと、これは最新の流行ですよ。王様のその派手なズボンよりは動きやすいですから、と返したとか。結局、お互い疲れたし、今は戦うのをやめよう、という、ゆるい約束をして別れたそうです。おかげで、この道を通る商人たちは、これで安心してスパイスを運べるよ、戦場を通るのは命がけだからね、と、ほっと胸をなで下ろしています。続いて第9位は、物知りおじさんの大プロジェクトについてです。世界中の地図とガイドブックを一人で書いちゃう、すごすぎる学者がいる、というニュースです。ギリシャ出身のストラボンさんは、今、世界中の国や民族についてまとめた、地理史、という超巨大な本を書いています。ストラボンさんの家の近所の人は、彼、最近はずっと部屋にこもって、見たこともない国の噂を集めているよ、と話しています。何でも、東の果てには耳が地面につくほど長い人がいるらしい、とか、南には火を食べる鳥がいる、といった、本当か嘘かわからないレポートまで届いているそうです。ストラボンさんは、私は真実だけを書きたいんだが、みんなが面白い嘘ばかり送ってくるから困るよ、と、嬉しい悲鳴を上げているとか。この本が完成すれば、ローマの金持ちたちが、次の休みはどこへ行こうかな、と選ぶのに役立つのは間違いなさそうですね。第8位は、みんなの食卓に関わる大事件、スパイスのニュースです。インドの胡椒が、金と同じくらいの値段で売れている、というお話です。今、インドのサータバーハナ朝という国では、船を使ってローマに胡椒を送るビジネスが大成功しています。ローマの料理人は、胡椒がないと料理にパンチが足りないんだ。お客さんが怒って皿を投げてくるよ。と必死です。ある商人の噂では、インドの人は、ローマ人が黒い流々に大金を払うのを見て、こっそり笑っている。と言われています。あんなに辛いだけの種を、金貨と交換してくれるなんて、ローマ人はどうかしてるぜ。と、現地の人は大喜びだとか。一方で、ローマの奥様たちは、主人が胡椒を買いすぎて、家計がピンチだわ、と頭を抱えているそうです。この胡椒ブームのおかげで、世界中の海が船でいっぱいになっているというから驚きですね。第7位は、はるか遠く、メキシコの山奥からの不思議なニュースです。人間じゃなくて、神様が住むための巨大な町を作っている人たちがいる、という話題です。テオティワカンという場所では、今、ものすごく大きなピラミッドや広い道路が、定規で引いたようにまっすぐに作られています。工事現場で石を運んでいるおじさんは、監督に、これは神様が空から降りてくるための目印だ、って言われたけど、腰が痛くて神様どころじゃないよ、とぼやいています。こんなに広い道路を作って、神様は徒競走でもするつもりなのかな、と、不思議がっている人もいるとか。この町にはまだ名前がなくて、後から来た人が驚いて、神々の都市、と呼ぶことになるのですが、今はまだ絶賛工事中。完成したら、世界一の観光スポットになるぜ、と、現地のリーダーは鼻息を荒くして計画を進めているそうです。第6位は、中東パレスチナの村から届いた、ちょっと気になる少年の噂です。ラザレという村の大工さんの息子が、なんだか不思議でかっこいい、というお話です。その少年の名前はイエスと言って、まだ子供ですが、お父さんの仕事を手伝って椅子やテーブルを作っています。近所のおばさんは、あの子が作った椅子に座ると、不思議と心が穏やかになるのよ、と話しています。時々、大人も驚くような難しい質問をしたり、
人はパンを食べるだけじゃ幸せになれないんだよ、なんて言ったりするとか。それを聞いたパン屋さんは、え、僕のパンが売れなくなったら困るよ、と、ちょっと心配そうな顔をしていました。この少年のことが、後に世界をひっくり上げるような大きな宗教の始まりになるなんて、今はまだナザレの誰も想像していません。ただの、物知りで優しい大工の息子、として、今日も元気に村を走り回っているようです。第5位は、日本のニュースです。日本の島々で、鏡をキカキカに磨いて威張っているリーダーたちがいる、という話題です。弥生時代の日本では、今、中国から届いた青銅の鏡を持っていることが最高にクールなことだと思われています。ある村のリーダーは、この鏡を太陽に向けると、光が反射してキラキラするだろう。これこそが王様の証拠なんだ、と自慢しています。それを見た隣の村のリーダーは、俺様の方がもっと大きい鏡を持っているぞ。昨日届いたばかりの最新型だ。と、鏡の大きさで喧嘩をしています。村の子供たちは、鏡もいいけど、もっとおいしいおべえが食べたいな。と、お腹を空かせているとか。鏡をたくさん持っているリーダーは、死ぬ時も鏡と一緒に埋めてもらうというから、相当な鏡マニアですね。日本中が鏡マウントで盛り上がっている、そんな熱い弥生時代の1年目です。第4位、ローマ帝国の北の果て、凍える森の中からのニュースです。ローマの軍隊がゲルマニアの深い森で迷子になりかけているというお話です。皇帝アウグストゥスの養子、ティベリウス将軍が軍隊を連れて森を進んでいますが、現地の寒さと霧にみんなガタガタ震えています。ある若い兵士は、ローマは暖かくて最高だったのに、なんでこんなにジメジメした森に来ちゃったんだ、と、故郷のパンを思い出して泣いています。森の中に住んでいるゲルマンの人たちは、ローマの兵隊さんは重い鎧を着て、泥沼にはまって動けなくなっているよ。滑稽だね。と、木の上から笑っているとか。ティベリウス将軍は、私は絶対にこの森をローマのものにしてみせる。鼻水が止まらないけどね。と、強がっているそうです。文明的なローマ軍と、森を知り尽くしたゲルマン人、この森の中のかくれんぼのような戦いは、まだまだ決着がつきそうにありません。いよいよトップ3です。第3位、ユダヤの王様の家で、お城の取り合い喧嘩が始まっている、というニュースです。少し前に、とても強くて怖かったヘロデ大王という王様が亡くなりました。その後、残された3人の息子たちが、僕が次の王様だ。いや、僕の方がパパに似ている。と、大喧嘩をしています。おかげで、ユダヤの国は3つにバラバラになってしまいました。町の人たちは、王様が3人もいたら、税金も3倍になるんじゃないか。と、戦々恐々としています。パパは怖かったけど、国はまとまっていたのにね。と、ため息をつくおじいさんもいるとか。この兄弟喧嘩があまりにひどいので、ローマの偉い人が、もういい加減にしろ。明日からはローマが直接ルールを決めるぞ。と怒り出しているそうです。平和が一番。と言いながら、一番喧嘩をしているのは王様たちかもしれません。第2位は、お隣の中国、漢帝国からのびっくりニュースです。真面目すぎる政治家の王孟さんが、なんだか怖いことになっている、というお話です。今、中国ではわずか9歳の平見門君が王様になりましたが、実際に命令を出しているのは王孟さんという親戚のおじさんです。王孟さんは、昔のやり方が一番正しいんだ。お金の種類も、役人の名前も、全部昔に戻そう。と、急にルールをたくさん変え始めました。町のお金屋さんは、昨日まで使っていたお金が、今日から使えないなんて困るよ。種類が多すぎて覚えられない。と泣いています。王孟さんは、私は正しいことをしているだけだ。みんなも儒教をしっかり勉強しなさい。と、毎日厳しい説教をしているとか。あまりに完璧主義すぎて、このままだと王孟さんに国を乗っ取られるんじゃないか。と、心配している人も多いようです。理想が高すぎるおじさんの大改革が、中国中をパニックに陥れています。そして、栄光の第一、ローマの皇帝アウグストゥス様、街をキカキカにしてドヤ顔中、というニュースです。世界で一番強い国、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥス様が、ついに、ローマの平和を完成させました。彼は、俺が来る前のローマはただのレンガの街だったけど、俺が作り直してキカキカの大理石の街にしてやったぜ、と、自慢しまくっています。実際、ローマの街には大きな劇場や神殿が立ち並び、公園や噴水まで整備されています。街の人たちは、毎日タダでパンがもらえるし、闘技場で面白いショーも見られる。アウグストゥス様は最高だ。と大絶賛。でも、皇帝は、
最近の若者は遊びすぎだ。もっと真面目に家族を大事にしろ。という厳しいルールも作ったそうです。自分が一番遊んでいるくせにね。と、こっそり陰口を叩いている人もいるとかいないとか。何はともあれ、地中海の世界は今、この慎重な完璧主義者のおかげで、とっても平和な一年を迎えています。駆け足でお伝えしてまいりました。西暦1年、世界中大ニュース。皆様、どのようにお聞きになったでしょうか。大理石の町で優雅にワインを飲む人も、森の中で泥だらけになって戦う人も、みんな同じ、1年目、という時間を過ごしています。今はまだ、世界はバラバラで、手紙を届けるのにも何ヶ月もかかります。でも、故障や鏡、そして新しい考え方が、少しずつ世界をつなぎ始めています。今日お伝えしたニュースの種が、1000年後にどんな歴史の教科書に載ることになるのか、楽しみですね。さて、間もなく新しい年、西暦2年が始まります。来年がテストに出るような大事件ばかりではなく、みんなが笑って過ごせる年になることを願っています。夜は更けていきますが、歴史の針は止まりません。キャスターの私がお送りいたしました。それでは皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。